薄められた鏡、小川未明。後になってから烏帽子岳という名がついたけれど、昔はただ三角型の山としか知られていませんでした。山が初めて地上に生まれた時、辺りは荒涼として何も目に留まるものがなかったのです。その時、はるか北の方に紫色の光る海が見えました。あれは何だろうと山は思いました。この大自然について何も知らなかった山は、日が出てやがて日が暮れるまでの間に幾度となく変わる海の色を見て不思議に感じたのです。しかし体の動かされぬ山はただいろいろと視線を空想するばかりでした。どうすればあそこに行くことができるだろうか。その時、山は大きな風が吹いて自分を動かしてくれはせぬかと思いました。しかし、かつてそんなような大きな風の吹いたことがありません。こうして一人ぼっちでいる山は、その頃海だけがなんだか自分と運命を一つにするような気がして、どうかお互いに知り合いになりたいと願いました。大空を仰げば星が毎夜のごとく笑ったり、目で話をしたりしますけれど、山はもっと身近に友達を持ちたかったのでした。ある日、海の色がとりわけきれいに冴えて見えたのです。山は何か海が自分に合図をするのだと思いました。だから自分も笑って答えました。そしてその日から二人はいくらか知り合いになったという感じがしました。何事によらずこうありたいと熱心に仕事をすれば、いつか必ず成功するものです。人間が遠くから互いに話ができるようになったのも天気を発明したからで、やはり自然の大きな力を知ってからであります。谷から湧き上がる雲が自由に動けるところから、山は雲を使いに立てることを考えつきました。そしてある時、山から海へ、またある時は海から山へと雲は往来したのでした。海の上では波があって、波は渚へ押し寄せて岩に砕け、しぶきは玉のごとく飛び散り、遠い水平線はひょうびょうとして煙るようにかすみ、白い鳥が砂浜で群れをなして遊んでいるのを雲は山へ帰ると面白く話しました。また山では生い茂る木々に嵐が襲うと激しく枝と枝をもみ合い、そして頂上から落下する滝がさながら雷の届くように辺りへこだまするものすごい光景を雲は海へ行って聞かせることもありました。こうして白い雲は南方の高い山から動き始めて北の海の方へ流れていたのであるが、途中ゆらゆらと平野を行った時、そこここに百姓の住むわらぶき屋があったり、畑を耕す男女や馬や牛や犬などの姿がちらりと見えました。こんもりと木立の茂るところに二塗りの社があっ
その前に人がひざまずいてよく祈願を込めていました。ちょうどこの時、男は神様に礼を言っているのでした。神様、よく私を人間として生まされてくださいました。もしそうでなかったら、私は毎日苦しい目にあって殴られたり追い回されたりしなければならなかったでしょう。それをおかげで馬や牛を使って楽に仕事をして暮らすことができます。これというのも人間に生まれさせてくださった神様のおかげであります。と申していました。この男が去ると、次に社の前へ来て座ったのはまだ若い女でありました。彼女は熱心に手を合わせ、頭を低く垂れて願っていました。今、私は7人の男から結婚を申し込まれていますが、私の心の中で愛する男はその中の一人です。しかし、私はそのことを正直に打ち明けることができません。なぜなら、他の6人の男たちはみんなその男より身分も高く物持ちであり勢力もありますから、それを知ったらきっとそねんでどんな仕返しをするかもしれません。私はいっそ2人で山のあちらへ逃げていこうと思いましたが、熊や狼のいる森や谷を奥深く入らなければなりませんので、食い殺されることなしに無事行けると思いません。神様、どうしたら私ども2人は安全に行く末長く添い遂げられますか。あなたのお力でお救いくださいまし。としばらく頭を地にすりつけていたのでした。やがて秋の鳥入りが済むと、村の祝い祭りが社の境内で催されました。彼女はこの日、7人の男たちから受けた七面の鏡を紐で通して首にかけて踊るのでした。神のお告げを待ってどの一人にか決めなければなりません。詳しいわけを知った身寄りの者たちは、何か変わったことが起こらなければいいかと心配しました。ちょうど社の上の空には入り日を浴びて雲の色が真っ赤に見えました。どうぞ神様、用のない鏡はみんな砕いてください。そしてただ一面だけを私に永久に授けたまえ。と唱えながら、身をイチョウのごとく翻して上へ下へと踊ったのでした。社の周りに灯るろうそくの火が鏡の表にちらちらと映り輝きました。7人の男たちが胸を痛めて待った甲斐もなく、彼女はふと病んで、まだ秋の木の葉が散る前に慌ただしくこの世から去ったのであります。社の裏手の方へ用水池が作られたのは、この後200年くらいも経ってからのことでした。そのうち山の上に湧く白雲が海の方へ流れていったとき、その姿を幾たびこの水面に映したか知れません。若い女のうつめられたところはいつしか古墳と言われるようになりました。そしてそれからまた幾百年の月日が経ったので、
その時代によって様子が違い、人も馬も牛もまた幾代かの間にたびたび生き死にました。二塗りの社も長い月日の雨風にさらされて朽ちたり壊れたりして、その度に村人によって建て替えられたけれど、まだわずかに昔の面影だけは残っていました。しかし古墳の詳しい記録などはもはやどこにも残っていませんでした。ただ遠い祖先のものに違いないが、今の村人にはその作られた時代すらよくわからなかったのです。学者が池のほとりに立って心ありげによく辺りの景色を眺めていると、学者を案内した役場の若い書記が傍らで伝説めいたことを聞かせました。年寄りの言うことなんですが、何でも静かな真昼ごろ、足音を立てずに池へ近寄ると、キンキンの2匹の蛇が戯れながら水面を泳いでお社の方へ上がっていくのを見ることがあると言います。もしそれを見た者は近いうちにきっと幸せなことがあると昔から言うそうです。と語ったのであります。黙ってこれを聞いた学者は、他にもこんな伝説があるのかうなずいていましたが、この古墳を掘ってみたいのですが、どうか学問研究のためぜひ許してもらえますか、とその取り計らい方を書記に頼んだのでした。さあ村長さん、神主さんたちが何と言われますか、聞いてみなければわかりませんが、いつかもそういう話があったとき、たたりを恐れるからといって誰も手をつけなかったのです。と書記は言いました。私は多分何か新しい発見ができるような気がするのです。と考古学者は自分の考えを漏らしました。学者が学問のためにというので、書記も心を動かされたらしく、熱心に解き回ってくれるのです。その甲斐あってついに村で発掘を許しました。春日和の暖かな日でした。畑の中の古墳の傍らには一本の柿の木がありました。小枝に伸びたつやつやしい若葉は風に吹かれて光っていました。そして白い星のような花が咲きかけていました。ここへ集まってきた村の若者たちが土を掘るため桑を振るっていました。別に響きを立てるほどでなかったけれど、柿の花はもろく枝を離れてポトリポトリと冷たい地へ落ちるのでした。花でも葉でも秋の末まで満足に残っているのは少ないものだなと、これを見て感じたものか、書記は木を見上げながら一緒に働く学校の教員風の男と話をしていました。途中深く石を周りに積んである棺が掘り起こされたのは、ようやく春の日の傾くところでありました。棺の中にはそこに残っている白骨と不完全な土器と7つの鏡などがあって、人々の目を引いたのでした。その死者は学者が骨格から判断してまだ若い女であったと分かりました。鏡は七面のうち6つまで錆びきってボロボロに腐っていたけれど、どうしたわけかただ一面だけ曇っているけれど、なお幾分光をたたえて
明るみへ出すと物の影さえおぼろげに映るのでした。どうしてこの一面だけが腐らなかったろう。そのことがみんなの疑問となりました。同じ金属で作られたであろうに、どうしてこの一つだけが腐らなかったのでしょう。と役場の書記は学者に向かって尋ねました。この謎はたとえ学者でもすぐには解くことができなかったのです。そして幾日かの後でした。博士は研究室の窓からしばらくの間に夏らしくなった外の景色に見とれていました。日照り続きのため白っぽく乾いたアスファルトの道は少しの風にも埃を立てていました。そしてせわしげに歩いている人々の姿や道端に並んでいるプラタナスの影がちらちらと道の上に動くのがなんとなくわびしさに見えるのでした。研究室に勤めている助手小田さんはまた青年詩人でもありました。詩人になればこそ幾世紀前の人間生活に興味を持ち、心で美しく想像し、また憧れもしたのでありましょう。博士は部屋へやってきた小田さんに今度の旅行で見た北国やいろいろ経験したことを詳しく話しました。例えば二塗りの社があり、用水池があり、古墳はその傍らにあったことや、伝説の話や棺の掘った時のありさまなど、当時のことを思い出しながら語ったのであります。助手の小田さんは目を輝かして博士の言うことを聞いていました。ただ不思議なことが一つあった。それは棺の中にあった七面の鏡が一枚だけ腐らずに今も光っているが、あとは6つとも錆びてボロボロになっていたことだ。同じ金で作ったのであろうが、それはどうしたことだろうか。博士は首をかしげながらカバンの中の故郷を取り出して小田さんに示しました。私はこの謎をどうしても学問のために解かなければならない。と博士は続けて言いました。昔は鏡を女の魂とも言いましたから、これには魂が入っているのかもしれませんね。と、さすがに小田さんは詩人らしい感想を漏らして受け取った鏡を丁寧に撫でながらしばらくじっと見守っていました。この金属を分析してみなければわからぬことだ。同じ金属で作ったものならこの一つだけが腐らぬというわけがあるまい。と博士は科学者なら空想を事実として信ずるわけにはいかないと冷ややかな調子で助手に答えたのであります。この時博士は古墳の発掘を手伝ってくれた役場の若い書記にしろ、学校の先生にしろ、話を聞いているとみんな若い人たちは詩人であって物質だけを頼りとしていない。そのことは今までの学者たちと違って魂の在りかを知るという生き方で、考古学の将来に明るい道が開けるような気がしたと助手の小田さんに向かって言ったのでした。その翌日のことです。博士は研究室へ出かけて旅行先で集めてきたいろいろの材料をよく調べて配列するのを楽しみとしました。先生、おはようございます。
やはりあの鏡は不思議であります。先生のおいでなされるのを待っていました。と、ゆうべは研究室で粛々した小田さんは、博士の顔を見ると飛びつかんばかりに訴えるのでした。不思議なことってどんなことだね。と、博士もなんとなく胸騒ぎを感じました。まあ、こちらへいらしてご覧ください。と、助手の小田さんは先に立って博士をしんとした薄暗い研究室へ案内しました。そこには大きなろうそくが灯されていました。かげろうの動くようにろうそくの火は下に置かれた鏡の表を照らしました。博士は心を落ち着けて鏡を覗くと、そこに怪しげな身なりをした男女が並んでおぼろげに浮き出ていました。年を取ったこの考古学者はしばらく目を鏡からそらさずに沈黙していましたが、そのうちうめくように、ああ、やはり女は7人のうちこの鏡をくれた男だけを深く愛していたと見える。と、初めてその謎が解けたと言わんばかりに低い声で叫びました。先生、するとこの女は定数を守りたいばかりに黙って死を選んだのですね。と小田さんが聞きました。確かにそうだよ。死んでから地下で二人は永久の幸福を求めて約束を果たしたんだね。と博士は答えました。西洋流ですと婚約の指輪を贈る風習がありますが、東洋は日本でも昔から女の心を映すと言って鏡を大切にしましたが、婚約にも用いられはしなかったのでしょうか。と小田さんは疑いを持つらしく正しました。女が鏡を命のごとく尊んだのは分かっているが、主として結婚してからのことで婚約に鏡を送ったかどうかよくわからない。約束を重んじた昔のことだから、たとえ鏡を使ったとしても不思議のないことだが、古い文献を調べたらもっと面白い発見があるかもしれない。と博士は答えながら頭をかしげていました。できることならこの鏡を元の墓所にうつめてやりたい。と言った若い助手の願いを考古学者である博士はついに許したのでした。助手の小田さんが鏡を新しい木箱に収めて北国へ旅立ったのは夏も半ば過ぎた日のことで、烏帽子岳の頂から奇怪な姿をした入道雲が平野を見下ろしながら海の方へと向かっていくところでありました。おしまい。